どうも、うどん屋です。今日は、コーチング動画第2弾ということで、シェリーさんっていう方のライドラのリプレイをコーチングしていこうかなと思います。今日も2本あって、前のトカナドさんみたいな感じで、事前にどうしたらよかったのかみたいなポイントを聞いてきたんですけど、今回はこの配置、まずね、1本目この配置なんですけど、出す面が良かったのかっていうのと、あと呪文の、5タップがあったり、で、兵器の選択ミス、キングがモノリスに下げられ、何も仕事させられなかったのが原因かなっていう風に思ってるっていう風に、送ってくださって、見ていこうかなと思います。こういう配置結構ね、難しいですよね。密集時にライドラ簡単みたいなイメージあるけど、割とチェーン入りすぎて逆にむずいみたいなね。感じになっちゃったりするんですけど。面は今回3時、6時で、6時からヒーロー出して、3時からベビードラでカットしてっていう感じですね。面はね、いいかな。この配置そうだな。面は、こっちから多分攻めた意図としては、多分ね、このイーグル投石側から行っちゃうと投石2機からも撃たれるし、エアスイ両方に向いて逆らっちゃうからっていう、感じの意図があって、だからエアスイに1個だけ逆らう。こっちには絶対逆らわないっていうのと、あと投石も1個ずつ、相手できるっていうので、こっちかみたいな感じで選んだかなと思うんですけど、意外とこういう密集時はエアスイにチェーン入りやすいんで、エアスイ意外と壊れたりするし、俺だったら6時、9時かな、この配置。でも今回はこっちから攻めたんで、これを見ていくとして、で、兵器の選択ミスなんですけど、兵器をね、僕ドリル使ったことないんですけど、使ったことないから、これ何か意図があったのかなと思っちゃったんですけど、普通にミスらしいんですけどね、これは。6時からドリルを出してますね。突撃管理するだけでも、全然、違うかな。この辺は多分、でも本人がミスって分かってるから、コーチングする必要はないかなと思うんですけど。で、もう一個、キングが、仕事させてあげられなかったんじゃないかみたいなのを、さっき言ってたんですけど、キングがね、この時点でもう HP 半分なんですよね。まだライドラここでね。で、何も仕事をさせてあげられなかったっていうのは、その位置が、ちょっとキングが今先行しすぎちゃって意味なくなっちゃってるんですよ。それが、ライドラが今この辺にいるような状況でキングここだったら、これね、モノリスのタゲをね、取ってるんですけど、キングが。モノリスのタゲ取りっていう役目がね、しっかり、できてることになるので、キングが仕事をしたことになるんですよね。だから、本当にこれはキングの問題っていうよりも、本体とヒーローを出すタイミングの問題で、この辺からさ、今回ちょっとこの弁で出した3時6時がちょっとスカスカじゃないですか。この辺がね、ちょっと1層目2層目ってあって、で、高火力部分が中心にあってっていうところの、この1層目2層目がちょっとスカスカだから、ここをね、先に本体出して、ちょうどね、今ぐらいに圧着衣とか出して、やってもよかったかな。で、この3時だけレージ落として、で、ちょっと3時先削れるのを3時が早く削れるようにしてね、この6時側というか、このヒーローでカットした側にライドラをちょっと向かわせようっていう意思はね、すごく感じた。この辺はね、すごいいいと思う。呪文の5タップって言ってたのは、ここかな。この、さっき見たこのフリーズと、ここね、フリーズ2枠使っちゃったんだよね。このキング延命するあれかわかんないけど。で、このモノリスのとこも止めたけど、これいらなかったかなってことかな。これはいらないと思うっすね。まだライドラの本体の、もうキングいないしね。だからライドラのとこに使った方が良かったかな。ここにフリーズ欲しかったよね。もうトーム、ちょっとさ、この辺で使って、ポイズンタワーあるし、ここまでトーム温存するか、もうここでトーム切れちゃったんだったら、このマルチ ID と投石止めて、で、あと、このイーグルとマルチインフェ、こっちのやつ止めてって感じで、ここで2個使った方が良かったかな。で、ここで2個ヒーローをちょっと遅れて出して、ライドラと並列にっていうか、進行度同じぐらいにしたら、モノリスを止めたくなる気持ちはわかるけど、こっち先にヒーローがもういなくなっちゃって、ここにフリーズ2枚使わされたこの2枚のフリーズがなくなる、いらなくなるから、ここに使えて、ここ使ってるエアスイート援軍とイーグル止めてたから、ここはね、すごくいいフリーズだったかなと思うんですけど、ここと、ここかな。こっちなしで。って言ったら、伸びたかな、もうちょっと。あと、この、レイジちょっと惜しかったのがね、ここはね、入ってないんですよね。これギリギリ。この、レイジあと、数ミリ、もうちょいこっちだったら、また半分なんですけど、モノリスが。これ余裕で落とせてって感じだったかな。これ、レイジでずらせてライドラで落とせたら、今のこのモノリスに打ったフリーズを、ここのフリーズをちょっと待って、タウンのとこの、この投石と着衣とエアスイートタウンのとこにね、蹴れたかなって思うんで、ここに打たずにね、惜しかったな。これ、フリーズって言ったらタウン落とせてて、ロイちゃん違うとこに使えてたし、っていう感じですかね。シェリーさんの攻めでもヒーローで勝ったしたんですけど、ここね、これシングルじゃないし、ここ対空じゃないから、この辺しかないじゃん。あっちゃとしかないじゃん、対空の周りに。
結構怖いのが。だからここ、レイジライドラで、一体ライドラ出して、で、レイジ1個落として、結構がっつり削ったらよかったんじゃないかな。こっちの闇の弊社の方に出しちゃったらあれだけど、この金山に出したら、同チェーン入ってもね、多分対空折れるんで、ここ一体ライドラ出して、で、その後その一体のライドラをこっちの闇の弊社の方に反らせたら、この辺も怖い対空施設がないから、まあ、モノリスの範囲ちょっとわかんないけど、この辺結構削ってくれて、ヒーローをね、また、で、最初こっちベビドラでカットしてたけど、ここは、まあ、いつも通りで、で、面出して、突撃艦出して、で、ヒーローこの辺から出して、最後の回収っていう風にしたら、結構余裕で取れたんじゃないかなっていう風に思うですね。はい。じゃあ、次の配置に行きましょうか。はい。次の配置は、こういった感じのボックスの配置ですね。で、これに関して、シェリーさんのコメントなんですけど、これも面をミスったかもしれないっていうのと、あと、モノリスにたげられすぎて本体が活かせてない、呪文の使い方が悪く、本体の進みが悪い、プラスヒーローが全く仕事をしていない、プラスカットの仕方が悪い。すごいなんか改善点言ってくれてますけど、多分全部悪いってことはなくて、またさっきみたいな感じで、なんかタイミングだったりもすると思うんで、まあね、見ていこうかなと思います。僕サイジもね、似たようなやつめっちゃあるもんね。あ、多分、突撃艦でね。はいはいはい。アトロに出てきて、これ落としきれると。これ落としたのは、でかいですね、だいぶ。面はいいと思う。正直。正直っていうか、面は悪くないと思うんですよ。ね、多分この突撃で落としたのは、まあ、ちょっとね、ライドラだけで落とすのもちょっときついし、で、ヒーローをこっから出してこう入れていくの。あ、まあでもそれありか。ヒーロー、なんかサイドカット兼ターンを落とすのに使うのはありですね。まあでも今回みたいに突撃艦で落とすのもまあ、でまあターンを落とした後ですよね。ターンを落とした後、ターンを落とした後に、ヒーローをね、こっから始めちゃったんですけど、これババキンじゃなくてアチャクイでやってもよかったかな。多分このクロスがあったからちょっとビビって、アチャクイがすぐね、死なないようにって言われて出しちゃったんですけど、これアチャクイここに出して先に、で次本体出すんですよね。本体出して、まあベビドラ出してね。アチャクイ出してベビドラ出して本体出して、その後にこの辺からババキンかな。本体がここ出して、アチャクイってさ、ちょっと攻撃スピード速いようで、遅いから、こう出してさ、本体がその間にこの辺まで来るんだよね。そしたら、クロスの、タゲをね、取ってくれるから、本体が。この辺からババキン出しても、アチャクイが被弾せずにね、多分いけると思う。これ今、だいぶカットしてから出しちゃってるけど、そしたら、さっきみたいにさ、ちょっと今ババキンが先行しすぎちゃって、でもババキンまたこの時点でさ、HP 結構もう3分の1ぐらいしかなくて、ここでフィストを吐いちゃってって感じなんですけど、コメントでも、ヒーローが全く仕事をしていないっていう風に言ってたんですけど、結構本体と同じぐらいの、進行度を意識してみたらいいかもしれないですね。で、ここのインフェね、マルチ IT が、まあ難しいけど、こっちのシングルをこの段階で止めるんじゃなくて、この段階でさ止めても、この変死のキングしかさ、守れないじゃん。ここ止めても。だから、ここ止めるんじゃなくて、ここか、この援軍出てきて、ちょっと処理時間かかるプラス、マルチ投石あって範囲ダメージっていう、ここを止めるか、このイーグルと安いと、こっちの奥側のマルチ IT はまあ止めなくてもいいかな。このポイズンタワーを、ここを止めて、ポイズンタワーはね、投げられないようにするっていうのがね、でかい。ここでポイズンタワー投げられて、しかもプラス処理時間かかるタイタンがね、ちょっと今、わかりにくいけど、ここにさ、来たじゃん。で、マルチ IT もあって、これ結構きついから、ポイズンタワー投げられて、タイタンこう処理しなくちゃいけないってなった時点で、このマルチ IT に、フリーズ打てたらよかったかな。そしたら多分、もうちょっと処理スムーズだし、ライドラン被弾も抑えれたかなっていう風に思うっすね。ヒーローをこっちから出したのも、なんか援軍釣り出したくないっていうのと、まあ、さっきモノリスめっちゃ下げられて、ちょっときつかったのもあるし、なんかこっちヒーローじゃなくてこっちヒーローにしたのも、まあ、気持ちはわかるし、これはまあいいかなって思うんですけど、タイミングっすね。結構ヒーローと本体の。ちょっと若干サイドカットした後に本体出すの遅いんですよね。シェリーさんの場合だと。さっきの1本目のやつもですけど、ライドラも攻撃速度結構遅いユニットなんで、出してすぐバーってこの辺削れるわけじゃなくて、ちょっと待つじゃないですか。その間にサイドカット進みすぎちゃってっていう感じのパターンがすごく多いかなって思ったんで、この辺ね、カットして、で、今、こう着衣出しても、この、大砲とかの方に向かって、このキャンプの方に向かわないんで、もう今ぐらいでもいいですよ。今キャンプに着衣出して、この辺壊して、
金山壊して、こっちババ金歩かせるみたいな、感じでもよかったかな。ババ金が入っちゃったのが、あれかな、良くなかったかな。もう入れるなら、このフィストを使わされずに、このインフィルノまで追って、で、ライドラの面今この辺で出してるけど、もうちょい3時寄りのこの辺かな。だからベビドラでカットしたけど、このベビドラもね、ちょっともったいないなって思ったのが、10枠で金山1個壊すって結構さ、コスパというか、なんかだいぶ悪いのわかります？だから、その辺のユニットの使い方ももったいないかなっていうのを思ったっすね。呪文の使い方が悪く本体の進みが悪いっていうのはもうポイズン、ここだね。多分ここのことを言ってたんだと思う。タイタンと、からポイズンタワーが来た時に、そのマルチを処理しないから進みが悪いっていうか進めれずに、その死んじゃってるから、を1個フリーズ使うだけでもだいぶ違ったかなっていう感じのところですかね。じゃあ、今回の、コーチング動画を終わろうかなと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。